エッセンシャルワーカー脱出応援チャンネル。今回はタクシー乗務員。ステイホーム、巣ごもりに代表される引きこもり生活が生活様式の標準となっている現代社会でも根強い需要がある職種。それがタクシーの乗務員。二種免許さえ手に入れば誰でもなれる仕事として就職先の墓場最終地点のように思われている人も多いと思いますが、いざ業務に就けば思ったよりも難易度が高く、タクシー乗務員として生き残れる人はほんのわずかという現状があります。運輸業の中でも接客の質向上が求められ、お金の計算など算数の計算ができることを求められ、運転中にレターなど機器の操作をしなければ習い事もあるし、乗客が望む目的地の経路設定を瞬時に提案しなければならない。高齢者や障害者の利用も多く、歩行器や車椅子の扱いはできて当たり前。勤務後の日報作成は事務作業もセンスが要求される。そして何よりも運ぶものは人命と運輸業の中で最も続けることが難しい仕事。早朝から日付を超えた深夜帯までの勤務の過去。そんな心にも体にも悪い仕事はさっさと脱出したいですよね。その反面、収入を確保できる範囲内でマイペースに働ける場合もあることや、観光地や業務で利用されている乗客などへの接遇のために外国語の能力を活かせるなど、働きやすさが感じられる面があることも事実。とは言っても、運送業の中では最もやるべきことが多く、範囲も広い。体も頭の中も酷使するなど、やっぱり辞めたくなる理由の方が多い職種。前置きが長くなってしまいましたが、本題へ入ってまいりましょう。1、2つのタクシー業界がある。タクシー業界は二極分化が進んでいます。簡単に言えば、勤めてもいいタクシー事業者と、勤めてはいけないタクシー事業者。労働人生の墓場と思われがちな業界として扱われているため、ここではあえて勤めてもいい事業者の特徴の紹介を重点的に行います。それは配車中心の事業者。タクシー事業者には配車での業務を中心とするところと、流しや待機を中心にするところがあります。もちろん選ぶべきは配車中心の事業者。理由はどんな人が乗車されるのかが分かりやすいから。行き先などもある程度パターン化されているので対応がしやすいのであります。逆に苦手な人であっても対応方法を学ぶことができる。高齢者、障害者が使う車椅子や歩行器の扱い方法、上級国民の中での接遇方法の習得が期待できる。となればタクシーをやるなら断然配車中心の事業者を選ぶべきなのであります。求人広報は求人サイトや新聞広告。求人サイトにはタクシー業界専用の求人サイトもあります。あとはその事業者に勤めている知人からの紹介で応募する方も多いと聞いています。そしてお勧めできない鳴らしや待機中心の事業者。理由は暇だから。一部の電鉄系事業者だとマイカー保有率の少ない都市部などで利用が多いところもありますが、そういったところは基本近距離の利用を数で稼ぐ傾向があり、疲労の蓄積度が高くなります。求人方法も求人チラシやハローワークが中心。業種職種問わず、ブラック企業が好む募集方法でもおなじみですよね。辞めた後はどうするか。タクシー乗務員を辞めた後はどうするか。多くの人たちは同業他社や貨物輸送への転職を打っているようですが、同業他社への転職をするなら断然配車中心で企業の役員や医療福祉関係の輸送業務を請け負っている事業者がおすすめ。仕事が少ないという悩みとは無縁であることや、社会に貢献している実感とそれに見合った
待遇を提供する事業者も多く、通勤可能なところにそういった事業者が求人をしていれば迷わず応募しましょう。貨物輸送業への転職ですが、待遇が良すぎてめったに求人枠のないところに応募して採用された、紹介採用されたといったレアな幸運に恵まれるようなことでもない限りお勧めはしません。チャンネル氏が経験したタクシー事業者でも貨物輸送から転職してきたという方が多く、皆さんも見聞きや経験したと思いますが、世間でも評判の貨物輸送業から伺える闇の部分に嫌気がさしたと彼らは口を揃えていたのであります。ただ、課金制という勤務後の時間確保がしやすい状況を生かして、転職先をじっくり選定していくことができます。業界からの退出にせよ、業界内で高みを目指すにせよ、タクシー乗務員で培った接遇や算数計算、事務処理の能力を活用できる場合があります。ではまとめ。タクシーはなくなることはないものの、将来への伸びしろは期待できない職種です。勤めるなら質の良い顧客を抱えている会社中心の事業者を選んでください。タクシー乗務員が初めてなら要請で入社しますが、その場合は二種免許取得後にその費用が免除されるまでの期間が短いところ、できるだけ1年の事業者を。稼ぐことよりも事故を起こさないことが重要。夜の運転に疲れたら運転しながら様々な業務の処理をしなければならない。タクシー乗務員の経験は企業や学校の送迎に役員運転手へのキャリアチェンジへ活用することができます。あなたには幸せになる義務があります。経営脱出を実現して幸福な生活の高みを目指しましょう。